皆様こんにちは、じゃねえや、おばんでございます。今回の特集は、イタリアの高速列車、フレッチャロッサ、またかよー。前回のユーロシティといい、最近同じ列車ばっかりじゃん。そろそろそういうツッコミが出ると思いました。でもフレッチャロッサは最近、ものすごく変化があるんですよ。きっとこの動画をご覧の皆様も、驚くと思います。というかまず、私がびっくりしました。ということでこんばんは。僕たちゆっくり歌劇団は、イタリア北東の町、ベネチアにいます。時間は、夕方の5時。いつもなら朝から動く、ゆっくり歌劇団の旅では、かなり遅い出発時間ですね。今日はこれから、フレッチャロッサに乗って、ローマに向かいます。ホテルのチェックアウトから夕方の出発まで、かなり時間がありましたから、私たちは午後までベネチアで待機していました。でも、これからのことを思うと緊張しちゃって、ほとんど楽しめなかったな。前の日は夜しか寝られなかったし、今日のお昼はパスタ一皿しか食べられなかった。しっかり食べてるじゃないですか。この時の僕たちは、およそ1年ぶりのベネチア訪問でした。その間にもこのエリアには、新しい車両が投入されていました。日立が製造する2階建て近郊電車、カラバッチョに新しいバリエーションが加わっていたんです。それが、ETR621 型です。今までこの列車は、4両か5両編成でしたけど、新型車は、6両編成を組んでいます。車内には、730席を備え、混雑する都市部の輸送に、威力を発揮します。その他の違いは？特にないかな。まさか、車両が1両増えただけなのを、別枠で紹介したの？と思うのも無理はありません。ですが6両番は、今までの列車と大きく違うところがありました。それは、電動車の位置です。この電車の構造は、前後にモーターのある、電動車を配置。間の2両、または3両に、動力のない、付随車を挟んでいました。こうすると、お客さんが集中しがちな中間車の空間を、有効活用できるからです。しかし長い6両番では、この方法が使えませんでした。この電車は、車体が軽量なアルミ製とはいえ、大きな2階建て車両。その上、長い ETR621 型も、今までの4両、5両番と同じく、最高時速は160キロ。そして高い加速性能も持つことになっていました。この性能を、大勢のお客さんを乗せて維持するには、前後2両の電動車だけでは、出力が不足してしまいます。そこで ETR621 型は、前後の先頭車に加え、中間車を1両、電動車に変更。3両の電動車で、列車を動かす構造になりました。しかしこのせいで、間に1両、おかしな車両が挟まれることになったんです。この2階建て車両は、車内空間を、できるだけ犠牲にしない方法が取られています。その工夫の一つが、電車を動かすのに不可欠な、電気機器です。通常なら、車両の下、台車の間あたりに搭載される機械類を、小型化した上で、屋根に組み込みました。しかし、画期的に見えるこの手法にも、欠点がある。可能な限り小さくした電気機器だが、一部が2階客室に干渉しているため、前後に階段が設けられないのだ。そのせいで、モーターを持つ先頭車両は、2階客室が行き止まりとなり、若干不便なレイアウトになってしまった。6両番、ETR621 型の、中間電動車も同様だ。屋根上の電気機器は、どうしても省けないので、2階客室が行き止まり構造、1箇所の階段からしか、アクセスできなくなっていたのである。でもゆっくりさん、不便だって言いながら、中間電動車にばっかり乗ってましたよね。面白い構造だし、たしなみだからな。さてさて、これから列車に乗るわけですが、私たちの旅では、もはやお約束とも言える、予定外の車両変更が、今回も早速発生しています。もう、恒例行事ですよね。今回は何が来たの？ですね今から乗るのは、ベネチア発ローマ行きの、フレッチャロッサ、9433号。本来なら、初代フレッチャロッサ、ETR500 型が担当しているはずでした。2両の電気機関車が、11両の客車を挟む、プッシュプル方式の列車です。それが新型車両の、フレッチャロッサミッレ、ETR400 型に変更されていました。
まあ新型といっても、もう登場から10年になるんだけどな。でもまだ、製造が続けられているのが、この恐ろしいところ。そうなんですよね。イタリアの高速列車は、ネットワークが拡大し続けているので、それに対応するために、鉄道会社は新しい編成を追加発注しているのです。今回特集する ETR400 型は、2015年にデビューした車両です。最初に製造された編成は、2012年製。ですが今もなお、鉄道会社から追加発注があり、製造が続けられています。と言っても初期編成も、登場以来、車内に細かく改良が加えられていますし、性能や設備は遜色ありません。しかしメーカーの日立製作所は、2024年の生産分から、独自のバージョンアップを図ることにしました。そして登場したのが、第2世代の ETR400 型、と呼ばれる編成です。外観は今までと同じですけど、内部は別物。客室設備から走行機器、台車に至るまで、細かく設計を見直し、改良可能な部分を進化させています。言ってみれば、N700 系と N700S 系列と同じようなものだな。東海道新幹線と違って、こっちは車体の形が同一なんだけど、改良型のフレッチャロッサと第1世代の編成は、基本的な性能は完全に同じで作られる。走行性能には問題がないし、この先、世代が違う編成同士を連結して運転することもあるからだ。最高速度は時速300キロ。普通席から特等席まで4種類の座席を装備している点も同じだ。なら、どこが変わったんだ。座席の生地とか壁の色が違うのはすぐにわかったけどさ。そうだな。最初に、どのクラスの座席も、座面や背もたれが凹凸のあるものに変化。通気性が良くなり、長時間の乗車でも快適さが保たれるようになっている。それに加えて、生地の色がダーク系に変更され、汚れが目立ちにくくなった。また細かい部分では、座席番号の表示がシートの肩部分にも追加。電源が、通常のコンセントと USB Type-A のほか、新たに Type-C のソケットにも対応している。最上級席、エグゼクティブクラスではさらに、無線充電にも対応予定だそうだ。もっともこれらの改良点は、これから初期製造車にも、リフレッシュ工事として反映される可能性がある。新しい世代のフレッチャロッサは、車内レイアウトも変更されています。最も大きな変化があったのが、イタリア版グランクラス、エグゼクティブクラスですね。登場時の大きなアピールポイントだった会議室が廃止されたんです。これはビジネス利用のお客さんをターゲットにした設備でしたが、蓋を開ければ利用率は常に鉄道会社の想定以下。そのせいか、車内サービスを担当する乗務員さんの荷物置き場兼休憩スペースとして主に使われていました。しかも、会議室がある部分は先頭車両客室の3分の1を占め、通常のシートも置けないデッドスペースだったんです。なのでここを座席にして、収益を少しでも上げる配置にしたのでした。やっぱりそうか。どの国でも、新しい特急列車に、ミーティングルームを設置する試みが見られるが、未だにどこも、定着したことがないんだよな。で、結局短期で、業務用スペースに転用されたり、客室に改装されたりするんだよな。そういえば、ドイツの ICE でも、初代車両にだけ、会議室があったんだよね。書類が広げられる大きなテーブル、そして、電話やファックスが備えられた、ビジネス向けの設備でした。でもやっぱり、利用率が高くなかったので、後の世代の車両では省略されています。その他、第2世代の ETR400 型は、製造会社が大きく変更された。出入り口の銘板を見ると、複数の会社の名前が並んでいたプレートが、イタリアの日立レール一社になっているのだ。この車両は、2012年の製造開始以来、ずっとイタリアで生産が続けられている。だが大元の設計と技術は、ドイツの車両メーカー、ボンバルディア社が開発したものだった。それゆえ第1世代車では、出入り口のメーカーロゴ、台車といった各部に、ボンバルディアの文字が確認できる。あと、床下機器も、ボンバルディアが開発した機械が並んでいるらしいですよ。普段はパネルに覆われて、見えないところですけどね。それは知らなかった。しかし、
改良型のフレッチャロッサミッレは、これらの名板がすべて、日立のみになった。なぜならドイツのボンバルディア社は、この車両に関する技術や権利などの資産を日立へ売却したからだ。もちろん第2世代車にも、ドイツ由来の設計は多く残っているが、日立の単独事業となった後に製造されるため、メーカーの表記が、日立レール STS だけとなったのだった。その日立は、車両の見えない部分、動力系にも独自の手を加えた。モーターや制御機器を、日立製の新しいユニットに置き換え、エネルギー効率を向上させたのだ。同時に、走行の要である台車も改良した。って話なんだけど、形状は今までと一緒じゃない？私もそう思うんだよな。基本の骨格なんかは変化があまりないように感じる。従来型でも台車の性能は問題がなかったし、大きく変えちゃうと定期整備や安全認証に影響が出てしまうから、今までの台車を踏襲しつつ、細かい改良をしているんだろうな。特に、センサーと通信系が大幅に強化されているそうだ。これと AI を組み合わせることによって、走行中の車両データを細かく収集し、必要な情報をリアルタイムで整備拠点に送信。重大な故障を未然に防いだり、メンテナンスに必要な時間とコストを削減している。このセンサー類は、車両そのものの他に、線路や河川、線路上に設置された地上信号装置の状態をチェックするのにも用いられる。日常の運転をこなしながら、保線や修理に必要な箇所を検査することができるそうだ。これも、ドクターイエローの後継役になる N700S に組み込まれている機能ですよね。そういえばイタリアにドクターイエローみたいな車両ってないの？あるよ。初代フレッチャロッサ、ETR500 型を改造した検測車が2編成存在する。これらはもともと量産先行車で、走行試験に用いられた編成を転用したもの。検測車になってからは、ドクターイエローと同じ、濃い黄色と鮮やかな青の塗装が施されている。どちらの編成も、高速線を最高時速300キロで走行しながら、線路や河川の状態を検査する。所属の車庫は、イタリア南部の都市、ナポリの車両基地。検測を行わない日は、2編成が揃って、車庫で休んでいる姿を見ることができる。ちなみに、第2世代の ETR400 型は、日立製のモーターを搭載しますが、日本で設計、製造された部品ではありません。企画、開発、そして製造までが全て、イタリアで行われています。まだ走行音はわからないのですが、おそらく新幹線や、クラス800系列とは、違ったモーター音を発すると思います。ETR400 型は、第1世代車両が、58編成納入され、イタリアやフランスを走っています。そして、その次から製造された、59編成目からが、第2世代型。内部機器や座席の配置が、一部異なる仕様となります。今までの編成と区別するため、2世代目の編成は、ETR410 と、形式も改版されました。ところどころ変わった点はありますけど、ETR410 型は、初期型と、共通性が高い車両です。けれど、強力な磁力を出す、制御機器やモーターが変更されたので、線路上の信号装置、分岐器などが、誤動作しないことを確認する必要があります。現在は、すでに組み上がっている編成を使って、これらの試運転を実施。今のところ試験は順調なようで、テスト走行の区間、運転速度を、段階的に引き上げている最中だそうです。その後も、認証の取得と試運転プログラムが、問題なく完了すれば、2025年末から、イタリア国内路線から、運転を始める予定です。今なんか、引っかかる言い方したな。イタリア国内路線から、というと？鋭いですね。フレッチャロッサミッレの第2世代車両、ETR410 型が走る範囲は、イタリアだけにとどまらないんですよ。現在のフレッチャロッサは、イタリア各地のほか、西のフランスへ乗り入れています。新しい第2世代車両は、国外路線の第2弾を想定して発注された編成でした。今度の行き先は、北の国、ドイツ。すでにドイツの運輸局から、乗り入れ認可や運行計画が認められていて、2026年冬のダイヤ改正から、ドイツへの運転が開始されます。ドイツかー。大丈夫なんだろうか。
それは、どういう意味で？いやもう、書き始めたら、ドイツの歴史書並みの厚さになる心配がありますが。あれちょっと待てよ。イタリアとドイツは、隣り合ってない国じゃないか。間に、スイスかオーストリアがあるけど、どっちを通るんだ？いいところに気づきましたね。フレッチャロッサが計画している、ドイツ方面の路線は、南部のミュンヘンと、北イタリアの都市、ミラノの間。それともう一つ、首都のローマと、ミュンヘンを結ぶ路線を予定しています。両方とも、オーストリアを経由する路線です。ミラノとローマを出発した列車は、共に、北部のベローナに向かいます。そしてそのまま、北の方角へ走り、オーストリアのインスブルックを経由。最終的に、ドイツ南部の都市、ミュンヘンへたどり着くルートになります。二つの列車は、ベローナからミュンヘンまでの区間は、同じルートを走ります。けれども連結運転はせず、別々の時間に走らせるようです。ドイツのミュンヘンと、イタリアの間は、今まで昔懐かしの、客車特急が走る路線だったよな。これが今後数年で、一気に世代交代することになるのか。その客車列車も、近々レールジェットに、全部置き換えられるみたいだしなぁ。これも時代の流れか。でも新しい車両は、車内に Wi-Fi が装備されるし、新しい座席に、コンセントと USB があるから、だいぶ快適になるな。しかしこれって、普通の高速列車で運転して、大丈夫なのか？ミラノ、ミュンヘン間は、昼間の特急が今でもあるけど、ローマからミュンヘンなんて、寝台列車が走ってる長距離ルートじゃないか。それなら心配いりません。ミラノからは、6時間30分。ローマ発の路線でも、900キロを、8時間30分で走破する予定です。そうか、それなら安心。じゃねえ。なんか、300キロも出る高速列車の割に、遅くねえ？ローマ、ミュンヘン線の平均速度は、105キロじゃん。ミラノ線に至っては、驚きの92キロが平均速度。在来線特急と変わらない速さなんだけど。だってここは、ほとんどの区間が在来線だし、途中で急坂の山越えもあるんだもん。だから、車両は新しくなっても、走行速度は今までの客車特急と、ほとんど変わらないんだよ。それと、今 HST 君が言った通り、ローマとミュンヘンの間には、寝台列車、ナイトジェットも走っています。同じ目的地の間を、フレッチャロッサは8時間30分で走るのに対し、寝台列車は13時間以上かけて走破します。これは、車両の最高速度が異なる以上に、途中のルートが大きく違うからです。寝台列車は、イタリア、ドイツ間の最短距離を突っ切らず、東側に大きく遠回りをしています。さらに国境駅では、機関車の付け替えや、乗務員の交代、そして時間調整のため、複数の駅で30分以上の停車時間が設けられています。こうした要素のため、高速列車と寝台列車で4時間以上の差が生まれているのです。なるほど。所要時間とルートに関しては、理解できた。それと気になってるのが、運行会社だな。フレッチャロッサのフランス線は、地元のフランス国鉄とは、別の会社として運転してるじゃないか。まさかドイツ線も同じように、ドイツ鉄道と、競い合う形態なのか？その点に関しては心配しないで。ドイツ方面のフレッチャロッサは、ドイツ鉄道と、オーストリア鉄道との、共同運行便なんだ。だから、乗り入れの認可や、途中のルートを含む、ダイヤの調整が、スムーズに進んだんだよ。でもこれは、ほんの足がかり。イタリアには、さらに壮大な計画があります。2026年に、ドイツ南部への路線を開業した2年後、フレッチャロッサのドイツ線を、増発、延伸する予定なんです。新たな目的地は、首都のベルリン。ベルリン線は、イタリア側の発着都市も、ローマからさらに、南へ移動。南部のナポリを発着するそうです。あれ？ゆっくりさんにえっちゃん。二人とも大丈夫？大丈夫なわけねえだろ。何時間かかるんだよ。まあ飛行機と違って、列車は始発から終点までを乗り通さなきゃいけないわけじゃないから。でもこの人、全区間の乗車を絶対やるぞ。当然だ。その時はもちろんみんな一緒な。それよりも気になるのが、所要時間だよ。ナポリからローマの間が、だいたい1時間10分。そこからミュンヘンまでが、8時間30分の予定なんだよな。で、ミュンヘンからベルリンは、直線距離で500キロ。
ここにはドイツの高速列車、ICE が走っているが、意外と遅いんだよな。となると、さらに5時間ぐらいかかるのかな。それが、そこまででもないんですよ。ミュンヘン、ベルリン間の ICE は、途中停車駅が多い列車でも、4時間30分。途中1駅しか止まらない、最速タイプですと、3時間45分で到着します。フレッチャロッサはおそらく、間の大きな都市に、いくつか止まるでしょうから、ミュンヘンからベルリンまでは、4時間10分ぐらい、と考えるといいと思います。つまり、ナポリからベルリンへは、片道14時間ぐらいかかる計算になるのか。てっちゃん、あと、ドイツ鉄道の遅れのひどさを、忘れちゃならないぞ。なら実際の所要時間は、片道3日ぐらいと考えれば妥当か。怒りたいけど怒れない。フレッチャロッサのドイツ線は、2028年までに、1日5往復の乗り入れが計画されています。それとともに、フランス線を増強。新たな行き先が設定されます。ああ、それ知ってる。マルセイユ線が新設されたんだよな。マルセイユとは、パリから南に650キロの場所にある、地中海沿岸の都市です。フランス最大の貿易港を有する町であり、港の規模は、欧州で3番目。またマルセイユ駅から徒歩5分以内のところには、東横イン、マルセイユ駅前店があり、そっちもそうなんだけどね。フレッチャロッサは、君の国、イギリスへの路線を計画しているらしいんだ。まだ実際の試運転はしていないものの、すでにロンドンでの、誘致車庫の選定が完了。2029年の開設を目指しているんです。ちょっと待って。前回、英仏海底トンネルには、いろんな安全対策が必要だって、HST 君が話してたよね。このフレッチャロッサで運転できるの？だいたいこの車両は、全長が200メートルじゃない。トンネルの通行には、400メートルの編成長が必要だから。もしかして、16両編成版が出てくるの？いやそれがねあの時お話しした内容は、えっちゃんの情報が古く、若干誤った情報でした。確かに今まで、海底トンネルを通過する車両は、編成長が400メートルに定められていたんですが、最近この規定が改定されて、全長200メートルの列車でも大丈夫になっていたんです。なので、全長200メートルのフレッチャロッサでも走行可能になっていました。誠に申し訳ありませんでした。テムズ川よりも深く反省しております。あんまり反省してねえじゃねえか。じゃあお詫びに次回以降は、褐色猫耳エジプト英国紳士として出直してきます。それ誰が見たいんだよ。それにしても、イギリス方面のフレッチャロッサって、本当にあるのか？単なる噂じゃないよな。トレニタリアが公式発表している情報です。最初は、ユーロスターと競合する、パリ、ロンドン間から始めるようですが、段階的に、フランス南部に延伸。最終的には、イタリアのミラノから、ロンドンまでの路線を考えています。だから、乗車時間を考えろって。しかしなんだ、ロンドンへの路線が実現したら、日立製の車両が、うちの国で、顔を揃えることになるんだな。それに考えてみれば、フレッチャロッサは昔、ユーロスターイタリアって名前で運転していたよな。そのユーロスター同士が、世代を超えて、競合することになる。なんだか、いくつものつながりがあって、ETR410 型とフレッチャロッサの歩みは、これからが楽しみですね。なんて、話がまとまったところで、僕たちの列車は、ローマに到着です。次回はいつもの専門家に業務を引き継ぎ、新たな旅をご紹介します。で、本当にいる？いたような気がします。向こうのホームでしゃがみ込んで、台車を眺めてるのがそうでしょ。あ、いるね。では、ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。